山です。今回のテーマは、この恋は両思い、片思いでいきたいと思います。赤、青、黄色のうち一つ直感でお選びください。開始時刻は概要欄、コメント欄の方に書いております。それでは赤を選んだ方のこの恋は両思い、片思いを鑑定していきたいと思います。目線は、お相手、あの人目線で、占っていきたいと思います。で、今後の状況などをアドバイスしていければなと思います。では早速、あの人の状況、心境から見ていきたいと思います。あの人の状況は、少し悲しげの気持ち、あなたに対してうまくなかなかいかないなというふうに感じているのかなと思います。こちらですね。それはあなたとの関係を前に進ませるためにどうしても邪魔が入ってしまったりとか、あなたの気持ちがあの人に届いていなかったりと、あの人は非常に不安に感じている、そんな意味を持ちます。心境も、障害となる状況としては、あなたとの恋路を邪魔をする者がいる。これはどちらかというと自分より年が上であったりとか、身分が上だったりとか、そういった方なのかなというところ。その人があなたとあの人の関係をあまり良くないものとして考えている。それによってあの人は少し悲しい気持ちになっているのが現状なのかなというふうに思います。この状況を見るとあなたに対する気持ちはあるがなかなか前に進まない、そんな状況なのかなというふうに思います。はい、それでは、健在意識を見ていきたいと思います。ザ・ムーン。そうですね。今の、なかなか前に進めない状況っていうのが、間もなく晴れそうだ。間もなく解決しそうだというふうに、あの人は考えています。それによって、あなたとの、関係っていうのが前に進めそうだ。両思い。要するに今両思いになり成就するために一歩を踏み出せるという意味をここで感じることができます。ザ・ムーなのでもう間もなくあなたに対してのアプローチというのが来るのかなというふうに思います。はい、深層心理を見てみますと、でも気をつけなきゃいけないポイントがあります。それはあの人が大事にしているこだわりやプライド、これはなかなか変えられないというところがあります。それはあなたとの恋路を邪魔するもの、これをしっかり解決するために、やはりあの人は自分のプライドというものを少し守ってしまう傾向がある。これによってもしかしたら解決するものもなかなか前に進めない、そういった可能性が現時点で考えられます。はい。それでは過去のカードを見てみますと、やはり今のあの人はあなたとの関係というのはまだ前に進めるなと感じている一方であまり不自由さを感じていないというところが、現状としてあるのかなというふうに思います。もちろんあなたに対する気持ちがあるので両思いと言えるんですけども、あまり不自由さを感じていないため大きくあなたを求めるというところ、これが少し欠けている可能性というものもあります。ここまででまとめてみますと、あの人はあなたに対する思いがあります。これは両思いと言えると思います。ですが、あなたとの恋路を邪魔する者がいて、それが長らく続いていたが、間もなく解決しそうだ。ですが、その解決する際に、あの人は自分のこだわりであったりとか、プライドというものを捨てきれず、かつ、今の状況にあまり不自由さを感じていないため、貪欲にあなたを求めるということが少し欠けてしまう可能性というところが、今後の
不安材料となってくるのかなというふうに思います。はい、それではですね、今後のあなたとの両思い片思いの状況を見ていきたいと思います。エースオブソード、これはね、何かをやはりグッと始める、そういう意味合いを表すカードではあるんですが、ご覧の通り、逆位置に出ていますね。これは要するに、あなたと恋路というものを始めたいというふうには考えています。ですが、先ほども言った通り、何か自分の譲れないものがあり、なかなかあなたとの恋を始めるきっかけを邪魔をしてしまう。もしくは、始めようとしたとしてもやめてしまうだったりとか、それが何なのかというものはあなた自身もお相手に聞いてみるのはいいのかなと思います。要するに問題は解決したのになぜかあまりあの人からの思いを感じない。それは何なのかっていうのをしっかり聞かないと、やはり自然とうまくいくっていうものは考えづらいと思います。はい、今後の周辺の理解と、あの人の立場、状況ですね。まず、あの人の立場、状況。やはり、あの人は、あなたとの問題が解決して、コツコツ継続的にあなたとの関係をしっかり育んでいきたい、そういう気持ちというのは出てきております。これはね、非常に献身的な思いであったりとか、あなたとの前向きな気持ちっていうのは、出ているので、非常に前向きなカードかなというふうに思います。一方で、周辺の理解というものが少し得られづらい可能性というふうに見て取れます。それは、あなたとの親密な関係になる上で、やはり邪魔をするというか、よく思わない人がいるのかなというふうに思います。ですが、こちらのあの人がすごく献身的で、あなたを真面目に考えてくれている、そういう気持ちがある限り、周りの方もすごく賛成してくれる可能性というのが非常に高いかなというふうに思います。はい、で結論、その願望ですね、見ていきたいと思います。ページオブカープ。あの人は非常に、答えが出すのは少し苦手かとは思うんですが、誠実に前向きに捉える、この気持ちっていうのは、しっかりあるかと思うので、あなた自身もそういったあの人の姿勢というのを信頼してあげてください。はい、そうすることによってあなたとの関係というものもしっかり経済的であったりとか感情的にもうまくいきたいなという気持ちは、明確にある、そんなカードは示しております。ここでの片思い、両思いという結論に関して言いますと、両思いなんじゃないかなというふうに思います。ですが、このカードの全ての並びを見てみますと、困難な問題が、生じてきます。それを解決するにあたって、あの人のこだわりを捨てきれないであったりとか、親密な関係を邪魔をしてくる者がいる。この2点ですね。これをあなたがあの人にしっかりコミュニケーションをして、問題解決をする。こういう姿勢があの人との両思いを、促進する。そういうふうになってくるのかなというふうに思います。最後ですね、アドバイスをするんであれば、しっかりあの人の状況、心境をあなたが声をかけて確認する。譲れないポイントは何なのか、これを聞いてみてください。そうすることによって、あの人もあなたに対して非常に心を開き、より親密な関係につながっていくのかなというふうに思います。以上で赤の解説を終わりにします。はい、それでは青を選んだ方のあの人は
片思い、両思いを占っていきたいと思います。目線はあの人の目線で、あの人の状況、心境を見ていって、今後の展開を占っていきたいと思います。それでは行きたいと思います。まずはあの人の状況、心境ですね。見ていきたいと思います。ですね、現在のまでの間に少し、遊びたいであったりとか、ストレスを発散したい、という気持ちというのが今まであったのかなというふうに思います。ですので、あなたから見て、あの人はどこかちょっと遊んでるんじゃないかなとか、不誠実なんじゃないかなというふうな、気持ちというものは抱かれてたかと思います。で、実際にそういった、気持ちというのはあったかなとはふうには思います。ですが、これ逆位置に出てるので、もうほぼそういった、状況っていうのは解消されているのかなというふうにも思います。はい。それではその状況に対して、もうこれはそういったものはもうやめようと。自分の本来のね、気持ちに素直になろう。ゆっくり、気持ちを添えて自分の本音に対してしっかり、行動していこうというふうな気持ちが出ているので、今はそういった不真面目、遊んでるというふうな、心境っていうのはないのかなというふうにこのカードは示しております。で、潜在意識を見てみますと、ストレングスのカードが出ています。要は力がみなぎってくるカードですね。あなたに対しての気持ちというのはこれからより一層ね、強くなっていくことを予兆していますね。それは、あなたに対しての思いっていうのはもともとあったんですが、先ほど言った通り、その他の誘惑であったりとか遊びに回り道をしていた。それが、あなたに対する思いっていうものが弱まっていた要因なのかなというふうに思います。ですので、これからはあなたに対する気持ちというのはより強く明確になっていく、そういうふうに思えるかなと思います。あなた自身もあの人の関わり合いの中でそういった面、最近なんかすごく優しくしてくれているとか、すごく自分のことを意識してくれてるなというふうに感じてると思います。それは明確にあの人自身が変わっていることなので、期待しててもいいのかなというふうに思います。深層心理。はい、こちらはですね、若干の後悔を意味を表すことが思います。それは、あなたに対してではなく、やはりあなたに対して明確に行動をしっかり、できていなかった遊びであったりとか、回り道をしていたことに対して少し後悔があるのかなというふうに思います。ですので、これはあなたに対するネガティブな気持ちではない。あなたに対する気持ちというのは明確に、強くなっているので、この点は、心配はないのかなというふうに思います。はい、それでは最後過去の部分、ザ・ムーンが出ております。ですね、おそらくあなたとの、関係を進展させるために何らかの問題が今まであったのかなというふうに思います。それはなかなか解決するのに時間がかかったりとか、ご自分では解決するのが非常に困難だという問題があり、そのためやはり回り道をしていた。そういうふうに考えられます。はい、ここまでで過去、現在、深層心理、潜在意識をまとめますと、あの人自身はあなたに対する気持ち、両思いというの部分はあるんですが、解決し得ない問題があったため、気持ちがそれ、遊ぶ方向に行ってしまったというふうには出ているんですが、現状はそのことに後悔し、あなたに対する思いというものが明確に強くなっていく、そういうふうにカードは示しております。はい、そんな感じですので、今の状況、心境を見ると、あなたに対する両思いというものがあります。ですが、困難な状況にあったため、それが、行動として、出づらい部分は確かにあったのかなと思います。それでは、未来のあなたへの気持ちを占っていきたいと思います。はい、あなたへの両思いという気持ちは、まだ明確に両思いという気持ちはありますね。
ありますし、その両思いになるため、問題を解決するためにあの人は自分の大切な、ものであったりとかもたとえ失ってしまったとしても解決したいと、あなたと一緒にいたい、すごく前向きに考えていきたい、そういう気持ちがあるのかなというふうに思います。それはあの人とあなたにとってすごく一歩を進めるために非常に重要なことになってくるのかなとも思います。ですので両思いというものは今後も継続するのかなというふうに思います。はい、それでは周辺の理解と今後のあの人の立場状況を見ていきたいと思います。まずこちら周辺の理解、あなたとあの人の以外の周りの理解を見たときに、心身ともに安定しているバランスの取れた状況になっているので、何かしら追加で問題が起きるという形にはならない。かつ今まで起きていた問題というものも落ち着いてきて、問題なく前に進める、そういう状況というのが考えられますね。はい、で今後のあの人の状況に関して言うと、これ少し心配なのは、やや、献身性が薄れてしまう可能性があるというところ。これ献身性が落ちるっていう大きく心配をするほどではないんですが、要は安心しきってしまう可能性があるという部分ですね。今までは手に入れられないあなたに対して必死に大事にしようとしている気持ちがあったんですが、うまくいっていくようになったため、安心しきってなかなかそういった積極的な行動というのが取らなくなってしまう可能性ということがカードとして示しております。ですので非常に問題は前向きに捉えていいかなというところ。それで慣れ合いすぎてあなたへの思いというものがあなた自身感じられないようになってくるのかなというふうに思います。それでは結論とその願望を見ていきたいと思います。はい、ですね、環境としては非常に前向きでありますし、こちらですね、経済的であったりとか感情的にもすごく落ち着いた状況で、あなたとの不自由のない関係性というものが今後もできるのかなというふうに思います。ですので両思いという気持ちはこれは今後も継続されるかなというふうに思います。そしてそれを成就するための環境っていうものをしっかり整ってくるというところなので、非常にお互い幸せというふうになっていくのかなというふうに思います。で気をつけなきゃいけないポイントとしては、やはり先ほどもお伝えした通り、状況が非常に落ち着いてくるので安心しきってしまう、そういうふうにあの人はあなたに対して考えてしまうのかなというふうに思います。ですので非常にマンネリを迎えたお二人とだったりとか、長年一緒にいるカップルのそのうまくいかない状況だったりとか、そういう慣れてしまったお二人というものが、今後の良くない状況に進む可能性があるので注意していただければなと思います。まとめとアドバイス。あの人はあなたに対して不真面目な部分があったんですが、これからはしっかり解決していきたいというふうな前向きに考えております。大事な部分だったりとかも全てあなたに対してしっかり取り組んでいくので、非常に落ち着いた環境というのが出てきております。ですので今後気をつけなきゃいけないのは、あの人が安心しきってなかなか前向きに行動してくれないという可能性がある。これをあなたがしっかりウォッチして、しっかり前を向いてくれるように、注意していく。これが重要なのかなというふうに思います。アドバイスとすれば、そういった慣れ合いを防ぐような行動っていうのはお互いに取っていくっていうところが、あなたとあの人の両思いというものを継続する可能性が非常に高まっていくのかなと思います。以上で青の解説を終わりにします。黄色を選んだ方のあの人の
あの人とは両思い片思いを占っていきたいと思います。あの人の心境状況を見ていって今後の展開などを占っていきたいと思います。それではまずあの人の状況心境ですね、いきたいと思います。ですね、まずあの人との関係で言うと、あなたとの関係は少し不明確なものとして、状況としては進んでいたんですが、要はそう曖昧な関係であったりとか、思いがなかなかお互いに伝えきれてなかったりとか、そういった状況だったんですが、これはね、このカードを見るとそういう状況をもう脱していこうと、解決しないといけないなというふうな思いというのがあの人として、出ております。ですので、近いうちに何らかのアプローチっていうものが、今後出てくる可能性というのが出てきております。で、こちらのカードを見ていただくと、今までは頭で考えたりとか、理想を追い求めるような、言動が多かったあの人なんですが、そういったものはやはり良くないと。明確に行動し、現実的にあなたとの関係をしっかり捉えていかなきゃいけない。これね、2枚のカード、非常に似ている意味合いなのかなというふうに思います。ですので、あなたとの関係っていうのは間もなく進展する可能性があるというふうに思います。なので、あなたへの気持ちっていうのはより今後本格化していくのかなというふうに思います。はい、それでは潜在意識ザ・サーン、これね、太陽のカードですね。非常に今後の前向きな気持ちがより、強くなっていくのかなというふうに思います。なので、あなたとの関係っていうのが曖昧だったものが心が晴れて、非常に両思いというものが明確化されていくのかなというふうに思います。ですので、あなた自身、あの人にすごく頼りになるなだったりとか、優しくなったなというふうに感じるので、今後もね、あの人との接触っていうのは非常に前向きなものとして、捉えていいのかなというふうに思います。深層心理見ます。キングオブソード。そうですね、現実的な行動をするにあたって、あの人は非常に前向きで、かつ合理的な決断をしてくれるでしょうと。で、キングなので非常に頼りがいのある言動、をしてくれます。ですので、今までのあの人とは少し違った、ものが見れるのかなというふうに思います。それは明確に気持ちが変わった。要はこのままじゃダメだというふうに考えているので、非常にね、あなたにとっても前向きになるような、状況なのかなというふうに思います。キングオブワンズ。今まではやはりどちらかというと、自分勝手、自分の思い通りにならないと嫌だというふうな気持ちがあの人にあったのかなというふうに思います。ですが、これ逆位置に出ているので、そういった気持ちも改心して、前向きになっていこうというふうな気持ち、もうこの今までの説明したカードの中でも出ているんですけども、この状況から明確に変えてやろう、良くしてやろう、あなたとの幸せをしっかり掴んでやろうというカードとして示しております。ここまででまとめると、まず今までの状況が良くなかったというふうに気づき、あなたに対するアプローチっていうのは今後より強くなって、すごく大人、頼りがいのある判断をしてくれる、そういう方になっていくのかなというふうに思います。ですので、ここでは両思いというふうに思いますので、今後のね、あの人のあなたに対する行動っていうのは期待できるものとなっていくでしょう。はい、それでは今後の未来の状況を見ていきたいと思います。ストレングス、力のカードの逆位置に出ておりますね。今あなたに対する思いが変わっていく、前向きになっていくと
お伝えしたんですが、これがやはり長く続かない可能性があるというふうに思います。それはやはり慣れていない、あなたに対してそういった前向きな行動をしっかり続く、慣れていないので継続性がない。なので、あなた自身もそういったあの人の行動をサポートしてあげるっていうところが大切なのかなというふうに思います。これは決して悪いカードはないんですが、あの人自身一人だけでは行動できない可能性があるので、あなたのサポートを必ず必要としています。そこに気づいて、あの人に頼りすぎない、あなたも一緒になって行動していく、そういった考えが非常に大切なのかなというふうに思います。はい。周辺の理解と今後のあの人の状況、立場ですね。エースオブペンタクル、非常にいいですね。お金の部分で、お金でいうとお仕事であったりの部分、これがあの人は非常にうまくいく。で、経済的な収入も良くなっていくというふうに思います。そして社会的な地位だったりとかも非常に喜ばしいものとなっていくのかなというふうに示しております。で、一方であなたとの関係値もすごく家庭的で平和的なものがより強固になっていくのかなというふうに思います。それは単純に収入が増えて心の余裕が生まれる、そういうふうに考えていただければすごく分かりやすいのかなと思います。ですので、あなたに対する前向きな気持ちかつその周辺の、状況っていうのがより改善されるっていうところなので、非常にあなたに対する気持ちっていうものは前向きになっていくのかなと思います。はい、結論、その願望ですね。見ていきますと、ザ・ワールド、まずこちらのワールドから見ますと、物事の完成を表すカードというふうに出ております。ですが逆位置ですね。これね、あなたとの最後の結論を出していきたい、物事を進めていきたいというふうに明確に考えて行動するんですが、これ、うまくいかないのではなく、あの人自身だけでは、決められないとか、あの人自身では、サポートがないと行動できないとか、そういう意味を表します。ですので、再三、お伝えしていただいたんですが、あなたの気持ち、あなたのサポートをあの人にしっかりしていただくこと、これセットでお二人の両思いが成就するというふうに考えていただければなと思います。こちら献身性ですね。これはあの人があなたに求めるもの、それは献身性、優しさになるのです。なので、あの人はあなたに対する思いであったりとかは明確に伝えています。それを継続させたりとか、より発展させるものはまだ足りないので、あなた自身がそれに気づいてあげてサポートしてあげる、この気持ちが重要なのかなというふうに思います。まとめとアドバイスになります。今までの状況を悪いと考えて前向きに進もうと考えていきます。そして非常に、前向きな決断をすることになっていくんですが、あの人自身まだそういうの慣れない部分があるので、継続性がないかなと思います。ですので、ですが、経済的な部分であったりとか、そういうものがすごく良くなっていきます。それはあなたの献身的なサポート、これが、ポイントとなっていきます。これがないと逆に、うまく継続していかないので、あなた自身もそれを意識して、あの人を支えていくっていうところが、よりお二人の両思いを促進し、発展させていくのかなというふうに思います。ですので、黄色を選んだ方というものは非常に前向きに、捉えていただいて、いいかなと思います。今の状況はあまり良くないと考えていますが、あなたの献身的なサポートにより、非常に良くなりますので、それは、しっかり取り組んでいただければなと思います。それでは、黄色の鑑定を終了いたします。参考になった方は、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。